こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日はダイソーという100均でね買ったちょっと変わった文房具をレビューしていきます。皆さんは文房具をどこで買っていますか？私は大きい本屋さんについてる文房具屋とか、あとオンラインショップを利用することが多いです。今回紹介する100均などでは、コーナーをね見ることはあってもなかなか買わないですよね。多分小学校時代に100均で買った経験的に長持ちしないとか質は微妙などの印象があるからかもしれません。とはいえね、小学校時代からもう20年も経過しているわけですから、100均の事情も変わっているだろうということで、今回は見るからになんか変わってた5つのアイテムを本音レビューします。一つ目はまとめる付箋です。名前の通り資料とかをねまとめられる付箋。クリアファイルの中に入れる資料類を付箋で仕分けすることができるそうです。色味が落ち着いてて可愛いんですが、1色50枚ずつ合計100枚入り、1枚1円計算ですかね。気兼ねなく使えます。台紙からはね剥がれなかったので、この台紙ごと保管する感じかと思います。ペンケースやポーチに入れたい場合は台紙を付箋に合わせてカット。ここからはねちょっと私の早とちりだったんですが、てっきり丸い部分の両方に粘着があるのかと思いきや、片側の外側3分の2程度が粘着エリアでした。ということは普通の長方形付箋とあんまり変わりないのか、それとも丸が2つくっついてる形がまとめるのに便利なのかなと、とりあえず試してみましょう。ここにね来年の当店のオリジナルカレンダーの不要になった下書きがあります。こちらをサンプルにねちょっとまとめてみようかなと思います。ちなみに2024年のカレンダーは現在ね印刷所に送ってまして、無事完成したら福袋の中身の一つとして販売予定です。単品でも少しだけ販売予定ではあるんですけど、数少なめなのでぜひ福袋をお楽しみに。で、付箋でまとめるのは丸が2つという形のおかげで真ん中でねしっかり折りやすかったです。ただ付箋の粘着がない方はねやっぱパタパタと浮いちゃうなという感じ。あとは紙質はね問題なし、ボールペンで書き込んでも滑る感じとかなくてよかったです。100均の付箋って種類によっては紙がね異常にツルツルしてたりとか、粘着が次のシートとかに裏写りみたいな感じでインクが乗りにくいものがたまにありますよね。でパタパタがね気になるので、もう1枚使ってちゃんとまとめられないかちょっと試してみます。粘着する側を1枚目とは逆につけてみた。どうだろうか。ダメでしたね。はい、そりゃそうですね。この付箋のパッケージにも書いてあった通り、クリアファイルなどの中での仕分けとしてはちゃんと使えそう。でもこれだったらいつも使うような長方形のね付箋でもいいんじゃないのかなという感じ。両方の丸部分に粘着がついていたらすごく良かったのかなという商品でした。次はこちらの三角スティックのりです。当店でもね塗り口が四角い糊を取り扱っていますが、三角の利点は何なんだろうと思ったら、ここにね書いてありました。転がらない、角まで塗れる、端も塗れるとのこと。端まで塗れるのはね結構便利そうだなと思いました。塗る前に見た目のところからいきます。シンプルなねデザインのラベルです。っていうかね、なんかこれ大きくないですか？これ私手のひら大きい方なんですが、結構埋まるくらい。一般的なスティックのりと比較してみます。ちなみにこれがさっき言っていた当店で取り扱っている四角い塗り口ののりです。個人的にねちょっと愛用してるので塗り口ちょっと汚いんですけどごめんなさい。比較するとこんな感じ。三角の方がね大きすぎて手前にあるように見えますね。では塗り心地をチェックしていこうと思います。キャップがね硬いんですよ。最初はね硬いタイプ、よくありますね。無事開きました。キャップにデコボコがないのでね握力で解決しました。海苔は 25g 入り、一般的なスティック海苔は 10g 前後かなと思うので結構大容量。来月東京で開催される文具マーケットに出店するんですが、それのディスプレイのアイディアをコピー用紙にねちょっと貼り付けてみます。東京近辺の方もしよかったらね遊びに来てください。当店以外にもたくさんの文房具マニアがね集う面白いイベントです。で、肝心の塗り心地はね結構いいです。面が広いからガンガン塗れます。糊自体がね大きいので塗っている箇所が見えにくいんですが、でもそれでも角はいい感じに塗れました。三角の角を使って端とか隅などの細かいところをねしっかり塗ることができます。三角の辺もね使いやすい、想像以上にねいいなっていう感じと思っ
って興奮気味に進めてたんですけど、ちょっと問題発生。あれ全然糊ついてないかもっていう。端っこはねついてました。どういうことだってなってちょっとパニックになってるんですけど、もう一回ね握力しっかり込めまして紙に押し付けて塗り直しました。握力が強いのか糊が脆いのか、ちょっと糊本体が削れていくのを糊で伸ばしながら塗っていきます。無事しっかり塗れたのでコピー用紙に貼り付けていきます。端と隅までしっかり塗れているので綺麗に貼ることができました。ちょっとね一隅だけ私の不器用さのせいで浮いていますが、これも三角の角を使ってちょいちょいとすぐに塗れます。で下の方はねちょっとリング穴があったので塗りが甘かったんですが、これもねパパッと塗っていきます。塗って1、2分ぐらいだとまだちょっと接着が弱めなんですが、10分ぐらいしたらねしっかりくっついていました。面が広いので広範囲を一気に塗れるし、角があるので細かいところも塗れて便利ではあるんですけども、ちょっと糊がモロモロするっていうのと、モロモロするくらいしっかり塗らないと接着しないので、そこだけちょっと注意が必要かなと思いました。次はこちら、親指の動きだけでサクサク切れるハサミです。見た目がねまず目を引きますね。見たことないですよね、こんな形。指を通す穴は3つあります。パッと見だけじゃね使い方わからないんですね。パッケージから出すと結構ねスリム&コンパクトさにびっくりします。刃もね普通のハサミよりスリムな気がする。作りは100円にしてはすごくしっかりしている方だと思います。ただハサミとして見れば持ち手に使われているプラスチックがねちょっと微妙かな。本題の使い方はこんな感じ。本当にね親指の動きだけで刃が動きます。では早速切っていきます。刃自体が少し作りが荒くて紙を軽く挟んだ状態で滑らすことができないので、狙いを定めるまでにね結構時間がかかりました。切り始めてからもやっぱりね刃が紙に引っかかるので、長い直線を切るのは少し大変かなという感じ。どのくらいの厚みまで切れるかも試してみます。2枚重ねはねもう全然余裕です。次は4枚。4枚もね全然いけます。むしろ切る距離が短くなったので切りやすいです。8枚も力は必要になりますがいけました。そして16枚、これは普通のハサミでもね厳しい厚みだと思います。どうでしょうか。ちょっとねさすがに無理でした。8枚切れる時点でね日常使いであれば切れ味問題ないと思います。刃が紙にね引っかかって滑りにくいので、直線以外の時は紙の方を動画のようにねくるくるっと動かしてあげれば切れます。親指の動きだけで切れるので、手にハンデとかをね抱えている方のなんか救いになるアイテムなのかも。で普通のハサミと刃がなんか違うなと思ったので、左手でももしかして切れるかもと試してみました。単純に右利きのね私が左手に持ち替えただけなので参考になるか分かりませんが、問題なく切れました。ただ左利きの人が右利き向けのハサミが使いにくい理由はなんか力のね込め方がそもそも違うとかいろいろあるっぽいので、本当に使えるかは分からないです。次もハサミです。形すごいですよね。卓上で使いやすいクランク状ハサミということで、机の上に紙を置いたままでも切りやすいらしい。ちょっと早く試したいですね。先ほどのハサミと同様、刃はね細め。機能的にね細い必要があるのかコスト面で細くなったのかはわからないです。開け閉めするとなんかちょっと音がしますね。この汚れみたいなのがあるんですが取れなかったのでこのまま使います。理屈としては卓上で使う時って普通のハサミでは紙を斜めに持ち上げないといけないけど、このハサミだと机の上に刃がくっつけられるので切りやすいっていうことだと思います。実際にね切ってみると確かに紙を少し浮かすだけで刃が紙のね下に入り込むので、ハサミの持ち手とかが机に当たることなく確かに切りやすいなという感じ。100円のねハサミに求めちゃダメなのかもしれないんですけど、先ほどのハサミと同様に刃がね紙に引っかかるので、狙いを定めるのがやっぱりねちょっと大変だったかなというのが残念で、左が普通のハサミで右が今回買ったハサミ、比較してみると結構ね違い分かりますね。ちょっとアングルを変えますね。紙の角度とか持ち手の部分とか全然違いますよね。アイディアも使い心地もねすごくいいんで、もう300円いや500円払うから刃を変えてほしい。
最後はこちら、結果から言うとこれめちゃめちゃ気に入ったアイテムです。ノートに貼ると自動で挟まるしおり、2枚入りで100円です。私はね、狼柄を買いましたが、虎とかサメとかのラインナップもありました。使用時にね、ノートの喉部分からポップアップする形になるので、ガオーって口をね、開ける動物のラインナップになったんだと思います。ノートに貼り付けて使うんですが、両面テープもすでにね、くっついているので、用意するものは特段ありません。ということで、1、2年後にね、オランダ移住したいなと思って情報を貯めているこちらのノートに取り付けてみようかなと思います。使い方は最初と最後のページに両端を貼り付けるだけなんですが、なんかちょっと向きとかがね、ややこしいので使用方法を見ながら皆さんはやってくださいね。貼れました。で、この後もガイドを見ながらノートの内側にね、折り込んで跡をつけていきます。すごくね、生きのいい狼だったんで、ちょっと恐る恐るグッと押し込みながらノートを閉じました。こんな感じで無事装着完了。では開けてみましょう。わー、確かにね、パッケージに書いてある通り、空いてるページに自動で挟まるし、そして可愛い、なくさない、書き込む時も邪魔にならない。めちゃめちゃいいですね。おすすめです。かわいい。全部欲しくなる。最後までご覧いただきありがとうございます。もし100均でね、おすすめの文房具、これめっちゃいいよっていうようなやつがあったらコメントで教えてください。ではまたね。